実験大好きエミネウです。今回は小型オールバンド機 HF から430メガまで1台の無線機で運用できる噂の機械をホイップで直付けして運用する時の注意点についてちょっと説明したいなと思っております。小型機って言ったらまさにこれですよね。20年以上前から続いている無線機、この最近出たまさにまた夢の無線機、この辺の無線機ね、直付けする場合ホイップアンテナをね、まさにこのホイップですよね。以前ですね、これ海外製あたりですと結構ね、皆さん入手に苦労して一時期乾いた方も多いと思うんですけど、国産メーカーさんが発売されてますので、入手の面ではね、この2本のアンテナ結構多くの方ご購入されてるんじゃないんでしょうか。この無線機本体に、台座っていうんですか、いろんなメーカーさんからね台座出てると思うんですけど、そういうものに取り付けてアンテナをつける場合、その時のね注意点考えていきたいなと思っております。見た目はグッドっていうんですか、やっぱりね無線からピュッとアンテナが出てると、でなおかつね HF 各バンド運用できますので、まさにまた夢の物語っていうんですか。でもね、やっぱり皆さん薄々気づいてるとは思うんですけど、意外な落とし穴っていうのもねたくさんあるんじゃないかなと思います。簡単な技術っていうね視点からねちょっと考察してみたいなと思います。移動運用、夢と現実のギャップもねこういうとこに現れてくるんじゃないかなと思ってます。無線機に直付け HF アンテナ、日本メーカーよりね手軽にも入手できるようになった。これやっぱりね無線機とアンテナ、まさにこの2つの組み合わせがありましてね、成り立っているんじゃないかなと思います。昔の昔はね、一番有名なのがピコトラさんっていうんですか。国内でさ、ピコトラっていうモノバンドのトランシーバー、これがねモノバンドだったんですけど爆発的に売れたんですけど、その後をね追って作られたのが FT の817なんですけども、あれで完璧に歴史が入れ替わっちゃったような形じゃないかなと思います。このアンテナ2本、まさにね小型化、HF の方も 3.5、7ぐらいからずーっとね上は50ぐらいまで出れるような形になってますので、まさにねまた夢のアンテナじゃないかなと思います。この2つのアンテナ重要なのはアースが必ず必要、このアースがね必ず必要というところが重要だと思います。それをね具体的に2種類説明させていただこうかなと思います。まずその1つ目ですけど、4分の1ラムダのエレメント使ったラジアルのカウンターポイズも含めております。確かにね地上高なんぼエレメントが1本だからカウンターポイズじゃないかなっていう話もあると思うんですけど、カウンターポイズももう1本のラジアルと見た方が多分考え方としてはねすっきりするんじゃないかなと思いますので、今回はねとりあえずこれは同じものとして評価させていただこうかなと思います。実例ちょっと上げさせていただきます。実際ね無線機を置いてラジアル、一応ね今回ここにも書いてありますけどカウンターポイズ、実運用では残念ながらね1本が限界じゃないかなと思います。なぜかと言いますと、まずエレメントが4分の1ラムダでないといけないと。で2点目が必ず地上から浮かせる必要がある。これものすごく重要なんですけどね、必ず地上と浮かせる必要があります。ここがたるんだりして地面にちょっとでも上がりますと、ほとんどの場合共振現象を失いますので、一気にねアンテナの特性が変わってしまいますので、ちょっとぐらい地表に触れてもいいだろうと思った時点でね、もうそれはもうラジアルではなくなってしまいます。基本的なおすすめっていうのはもう先ほども言った地表に引っかかったらダメですので、通常ですとやっぱり50メガ以上、50メガと140メガ、140メガと430メガ、4分の1ラムダの1倍、3倍、5倍、7倍ですよね。こういうものはねある程度兼用できるんですけど、あまりね高い周波数まで見ると大変なことになりますので、通常ですと皆さん大体これ3倍を一つに基準にすると思うんですけど、50メガ、140メガ、140メガ、430メガね、各ペアになりますけどね、兼用することが可能となっております。で一つの例なんですけど、私はね昔よく 1.5 メーター、これがまさにね50メガですよね。周りもあれば2メーターも OK です。あとは 0.5 メーターですよね。これが144メガと430。これを2ミリ、直径2ミリのアルミ線が結構便利ではなかったかなと思います。0.5 メーターですとね、ギリギリ自立もできますし、1.5 メーターですとね、何かカバンかなんかにちょっと引っ掛けてやればね、結構1.5 メーターまではそこそこ地上から浮かせること2ミリのアルミ線でしたら簡単でしたので、ぜひともね、2ミリのアルミ線などを使っていただいて1本作っていただくだけでもだいぶね飛びが違うんじゃないかなと思います。2種類目のアースなんですけど、数メーターのエレメント、これをね、複数本使って
同じちょっとラジアルって名前ついてて申し訳ないんですけど、今回ねグラウンドラジアルっていう名称がだいたい標準的な言葉になりつつあると思ってますので、ちょっとグラウンドラジアルっていう名称でね、同じラジアルなんですけどグラウンドを付けさせていただいております。アースの一番のポイントっていうのは広い周波数で転用可能だと。先ほどのラジアルですと4分の1波長の1、3、5みたいな形で必ずね特定の波長にしか対応できなかったんですけど、グラウンドラジアルにつきましてはかなり広い範囲の周波数に1本のね組み合わせのラジアルで対応することができます。グラウンドラジアル市販品はだいたい5メーターぐらいが多いんじゃないでしょうか。私もね経験上やっぱり5メーターが一番手頃じゃないかなと思っております。本数の方が5本から8本ぐらいかな。若干ねやっぱり5本8本じゃ違うんですけど、でもそんなに大きな差はねなかったと思うので、5本8本がね市販品でも多いと思っております。でこのグラウンドラジアルで一番重要なのが地表から浮かせてはいけない。先ほどはね普通のラジアルこれにつきましては必ず浮かしてくださいという表現してたんですけど、このグラウンドラジアルにつきましては浮かせてしまいますと動作がおかしな方向に向かってきますので、基本はね絶対に地表から浮かせないような配置、これがね基本じゃないかなと思います。で実用量ではねやっぱ本数が多いです。できれば理想は360度、悪くても90度ぐらいの中に差しで測ったようにね均等に置く必要はないんですけど、できるだけ均等に貼ってあげた方が性能が高まる傾向になっております。めんどくさいからって言ってね、8本もぐるぐる巻きにして地上に置いちゃいますと基本1本に近い動きになりますのでね、できれば8本5本あるようでしたらね、狭い角度でもちょっと気持ち広げてあげるとねだいぶ動きが異なってくるような形になります。でなぜね5メーターが多いのかっていうのは多分なんですけど、やっぱり各メーカーさん7メガこれをねベストポイントにしたいんじゃないかなと思ってます。7メガが一つのポイントだから5メーターが多いと思っております。でエレメント数がね8本っていうのもやっぱり7メガではね比較的ベストな数値じゃないかなと思います。で例えばなんですけど21メガ以上運用されるんでしたら、正直言いまして 1.5 メーター前後、実際はね1メーターぐらいでも結構いい成果が出ると思います。1本でも結構いい結果が出ますね。これは各アンテナの周波数と、静電容量の関係とか昔からよく言われてるんですけど、低い周波数ほどアースが重要になってくると。例えば7メガで8本これで十分ですよと今説明させていただいたんですけど、3.5 とか 1.9 に行きますと大変な数のラジアルが多分いると思います。正直言いまして、あくまでも7メガが基準で3.5、1.9 はねもっと必要ですし、高い周波数になりますとね意外と1本でもそこそこいけることが多いです。グラウンドラジアルのねこの注意点、これねできてもねここはね何かあった時にでもね注意していただきたい点になります。地表の表面ですね。地表の表面、地面の表面に当然アスファルト、コンクリートとかあると思うんですけど、これはね経験上あってもOK、問題ないと思います。でただ注意していただきたいのが、無線機をテーブルの上に設置する場合はねちょっとよく考えておいていただきたいと。必ずね無線機をテーブルの上に置きますと、地表ですよね、地表に置いている部分と無線機と地表前の間、ビニール線が垂れ下がっちゃうと思います。これがどういう動きするかがよくわからないと。間違いなく先ほど説明したラジアルじゃありまなくて、これはねもうグラウンドラジアルとして動いてますので、こっからここまではねグラウンドラジアルですけど、こっから向こうまではわからないので、これが結構悪さをすることがものすごく多いっていうんですか。あまり悪さをしない時もあるんですけど、悪さをすることも結構ありますので、ぜひともねなんかおかしいなと思ったらダメ元で無線機を地表に置いていただければね、それで状況が変わるようでしたら申し訳ないです。グラウンドラジアル、地表にこんだけ浮いちゃっているのが悪影響の原因ということがね簡単に特定できます。ですのでこういう形ですね。理想は無線機地表に置いてしまった方があらゆる面でもねトラブルは最小化できるんじゃないかなと思います。でもう一つね注意点なんですけど、砂利や岩場ですね、ここも要注意。なぜかと言いますと、これ私もね経験したことある、以前動画でもね作成させていただいたことがあるんですけど、砂利がありますと要は地表から浮き上がってしまうと、コンクリートとかアスファルトっていうのは密度が高いものが中に挟まってますので静電容量的に安定してるんですけど、岩ゴツゴツ空気がいっぱい隙間があるようですと静電容量的には全く安定しないので、これ非常にねこのグラウンドラジアルには悪影響を与える傾向だと思いますので、
砂利が引かれてるとことか岩場のところにはあまりねグラウンドラジアルは使わない方がいいと思います。多分十分な性能が出ない傾向だと思います。結果的には50メガ以上はラジアルの方が扱いやすいと。でそっから低い周波数はもういやおうなしにもうグラウンドラジオで処理する方法しかないんじゃないかなと思います。実際ねメーカーさんが標準でご用意されているラジアルセットっていうのも実際はね同じラジアルなんですけど、この後者の方ですね、グラウンドラジアルとして用意されているものが圧倒的に多いんじゃないかなと思います。でどこがアースの起点か、これもねちょっと説明だけしておきます。無線機があって、無線機直接ね M 型コネクターにアンテナはなかなか接続できないタイプが多いですので、この形にね機台を用意して、そこから多分10センチ15センチぐらい同時ケーブルが出てると思います。でそこにここアンテナつけようと思うんですけど、基本はここを起点だっていうことを覚えておいていただきたいと。どうしてもね無線機にグラウンドって書いてありますけど、ここを起点にすると考えますと、周波数によりますとなかなか SWR が下がらないと。ここに起点にすればね、やっぱりメーカーさんも多分ここを起点に設計していると思いますので、できるだけねここを起点にラジアルアースですね確保するようにしていただければね、トラブルが最小化するんじゃないかなと思います。アースの起点はね意外と重要です。どこの周波数ってどう影響するのか一概には言えないんですけど、やっぱり油断すると SWR が下がらない、現場で苦労するということになります。でまずねここで重要なのが、移動運用前にはやっぱり練習をしましょうと。どんなものでもやはり現場で行っていきなりしますとあっという間に時間がかかって、こんなに調整に苦労すると思わなかった。調整が終わった後にはもう疲れ切っちゃったっていうねローカルさん結構多いと思いますので、私のおすすめの場所は駐車場というんですか、駐車場に車をのけた状態でやっていただければね結構いい練習になるんじゃないかなと思います。自宅の駐車場がダメな場合は申し訳ないです。もう各自のご判断になると思うんですけど、どっか空いたスペースの端っこで少しだけ練習してみる。できればね必ず移動地に行く前に実際に使う無線機、バッテリー、アンテナ、いろんな設備がねちゃんと使えて SWR が下がっていることをねまず確認していただきたいと。必ずその時にアンテナのやっぱりデータは毎回のそういうテストとか移動運用の時でもね、実際にエレメントをこうしました、で SWR がこれぐらいでしたっていうのはねノートにでも書いていただくとね、これ結構役立った情報になると思います。できればねやっぱ書いとかないとこれ忘れますので、 SWR とかエレメントの長さっていうのはね必ず書けるようでしたら書いていただければと思っております。ここからねちょっとあんまり言いたくはないんですけど、悲しい現実っていうのもねちょっと説明させていただきます。無線機に直付け運用してる方っていうのはねまさにドリームの世界なんですけど、本当に移動運用をガンガンしてる方々は多分最初はしようとしたと思うんですけど、ほとんどの方はやめられたんじゃないかなと思います。現実問題としては無線機から離して別に設置している方が圧倒的に多いと思います。その理由はやっぱりアンテナに対する制約が少ないっていうんですか、どうしても無線機をベースに考えますと、つけれるアンテナの大きさも完璧に限られてしまいます。無線機自身も倒したりします。705あたりですと液晶部分とかにね直撃しますと大変なことになると思いますので、無線機に優しいということでね、やっぱり別属の方がね圧倒的に結果論としては増えるんじゃないかなと思います。でエレメントね2メーター、やっぱり移動運用ちょっと設置する無線機に直受けっていうベースですとね、やっぱり2メーターがね限界なので、各メーカーさんも2メーター前後をね一つの基準としてアンテナを作られてるんじゃないかなと思うんですけど、実際の出力 5W、最大 10W まで出んこともないですけど、特に7メガではかなりしんどいんじゃないかなと思います。当然ねコンディションが本当に開けた時でしたらいけると思うんですけど、正直言うて移動運用のそのタイミングで7メガが現実的に運用できるかというとね、かなり力不足を感じられるんじゃないかなと思います。21メガでもねやっぱりドカーンとe スポが出れば結構ね楽勝やと思うんですけど、やっぱ e スポが出ないとちょっと21あたりでもしんどいっていうのがね現実じゃないかなと思います。ですのでほとんどの方がねやっぱり50メガ144メガあたりの SSB をね中心にして運用されている方がね圧倒的に多いっていうのも多分これ実際問題としましたね。これぐらいのレベルが一般的に多い運用スタイルじゃないかなと思います。チーフで張り切るならやっぱりねドリームも重要なんですけど、本当に張り切るんでしたらやっぱり5メーター以上のロングワイヤー、まさにね IC750 用にこの最近専用のオートアンテナチューナーが出ましたけど、やっぱりねメーカーさんもよう分かってるっていうんですか、
やっぱ本命はやっぱり5メーター以上のエレメントで、できればロングワイヤーでもいいからつなげてほしいと。で多分アースの本命も今前の実績もありますので、グラウンドラジアル使ってくれっていうね、落ちどころじゃないかなと思います。144、430メガについてはね、別系のアンテナご用意いただいた方がね、多分幸せになれるんじゃないかなと思います。この辺はね、やっぱり電波特性も違いますので、本気でしたらヤギアンテナ、本気でなくてもまあそこそこの GP っていうんですか、なんかご用意いただいた方がね、楽しめるんじゃないかなと思います。無線機を持っていくために車で移動するならば、もうこれ正直な話なんで、まあ当然ね、皆さん持ってる局面によって出せる出力っていうのも上限あるとは思うんですけど、多分落ち着くところはやっぱり 50W、 まあパワーが全てではないとは思うんですけど、 50W も当然ありっていうような考え方っていうんですか、7メガあたりで結構全国サービスされてる方々っていうのは多分ほぼ 100% 皆さん 50W の無線機をお持ちやと思いますので、やっぱりそれがね現実だと思います。多分 50W にダイポールぐらいの設備をお持ちの方々が日本全国、まあ、移動しながらパイルを受けながらねさばかれてるので、やっぱりねそれが一つの設備の基準になるんじゃないかなと思います。でまあ今回のまとめとなります。夢の無線機っていうのはね、ほんとこの20年いろいろと登場してね、本当にこうアマチュア無線してても楽しめてるような感じなんですけど、アンテナに関してはねやっぱりまだまだマグネチックループとかね、まあいろんなものも挑戦してますけど、あれにつきましてもまあ市販品でも移動運用で使ってる方っていうのはいないとことはないとは思うんですけど、やっぱり分解して組み立てる時間考えますとね、なかなかして7メガで実際どこまで飛ぶかというとね、まだまだ現実問題としましたらね、やっぱりまだまだかなと思ってます。でやっぱりこの辺はね、やっぱり OEM 各局が結構ホームページとか、やっぱり YouTube でもね、移動運用の楽しみっていうのをこう日本全国の方々にね、山岳移動っていうんですか、これも一つの部分やと思うんですけどね、まあそういう方が結構いろんな情報を発信されていると思います。実際に使われている無線機とか固定方法、電源、この辺はねやっぱり実際にされてる方々ですんで、一番ね参考になるんじゃないかなと思います。一番重要なのがやっぱり我が目でやっぱり実験してみるっていうんです。で我が目でやっぱりね、いろんな人の動画を見ながら、こういうスタイルが楽しい、こういうスタイルが楽しくない、電波が飛んだ飛ばないっていうのをね、実際にいろいろと体験していただいて、できればねデータを取っておけば、いろんなねアマチュア無線の楽しみ方を得るための一つのね手段としてね、そういう実験結果がね活用できるんじゃないかなと思っております。ぜひともねそういう形で直付けたアンテナセット、無線機ご購入されて迷われている方も結構多いとは思うんですけど、ぜひともね一つのきっかけだと思います。それをベースにね、いろいろとアンテナを工夫したり、無線機を買い替えてみたり、まあ運用スタイルっていうんですか、そういうのに磨きかけていただければね、結構飛ぶようなスタイルっていうのが見つかると思いますので、ぜひとも皆さん、まあいろいろとね、こういう形でアマチュア無線楽しんでいただければと思っております。お空でお会いする日、楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。